板垣退助岐阜遭難事件と板垣退助の名言。イントロダクション。板垣退助は、自由民権運動の指導者として知られる、明治時代の政治家です。彼の生涯の中で最も有名な出来事の一つが岐阜遭難事件であり、そこから生まれた名言は日本の民主主義の象徴となりました。この動画では、板垣退助の岐阜遭難事件と、その名言について詳しく見ていきましょう。板垣退助とは、板垣退助って誰なのだ？なんで有名なのだ？板垣退助は1837年に土佐藩、現在の高知県で生まれた武士で、後に明治時代の大切な政治家になったの。彼は自由民権運動の中心人物として日本の民主主義の発展に大きく貢献したのよ。自由民権運動って何なのだ？自由民権運動は1870年代から1880年代にかけて起こった政治運動なの。この運動は国民の権利と自由を求めて議会制度の設立を目指したの。岐阜遭難事件とは、岐阜遭難事件って何なのだ？怖そうな名前なのだ。岐阜遭難事件は1882年4月6日に岐阜県で起こった板垣退助暗殺未遂事件のことなの。板垣が演説会場に向かう途中、刺客に襲われたの。暗殺されそうになったのだ。どうして襲われたのだ？当時、板垣の自由民権運動は政府にとって脅威だったの。だから政府側の人間が企てたと言われているの。でもこの事件は逆に板垣の名声を高める結果になったのよ。板垣退助の名言板垣死すとも自由は死せず。板垣退助の有名な言葉があるって聞いたのだ。どんな言葉なのだ？その言葉は岐阜遭難事件の時に板垣が言ったとされているのよ。かっこいい言葉なのだ。でもどういう意味なのだ？この言葉は、たとえ自分が死んでも自由の理念は生き続けるという意味なの。板垣の信念と自由民権運動の精神を象徴する言葉として広く知られるようになったのよ。名言の影響と意義。その言葉すごく印象的なのだ。でもどんな影響があったのだ？この言葉は日本の民主主義運動のスローガンになったの。多くの人々に勇気を与えて自由と権利のために戦う意志を強めたの。今でも民主主義や自由の大切さを表す時によく引用されるのよ。へえ、今でも影響があるのだな。この言葉は個人の生命よりも大切な理念があることを示しているの。それは民主主義や自由のような普遍的な価値のことなの。板垣退助の遺産。板垣退助は他にも何か残したのだ。板垣退助は自由民権運動の指導者として日本の政治に大きな影響を与えたの。彼は立憲政治の実現に尽力して日本初の政党である自由党を結成したの。それから国会開設にも貢献したのよ。へえ、今の日本の政治にも影響があるのだな。板垣の活動は日本の民主主義の基礎を築いたと言えるわね。彼の思想や行動は今の日本の政治制度や民主主義の価値観に深く根付いているのよ。まとめ。板垣退助の岐阜遭難事件とそこから生まれた名言。板垣死すとも自由は死せずは、日本の民主主義の歴史において重要な出来事です。この事件と名言は、自由と権利のために戦うことの大切さを象徴し、現代にも大きな影響を与え続けています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。